皆さんこんにちは。今日も最新のウクライナ情勢について、公開情報をコンパクトにまとめて地図を使って、いち早くわかりやすくお届けします。よろしくお願いします。チャンネル登録して通知をオンにすると、動画公開時に連絡が来ます。過去の動画も再生リストから合わせてご覧ください。ウクライナ情勢。ロシアがキーウに侵攻してから1096日となりました。まずは全般的な事柄です。先ほど公表されたウクライナ軍の参謀本部の最新の発表によると、ロシア軍の損失は兵士1180名、戦車7両、装甲戦闘車12両、砲54門、多連装ロケット1両、防空システム1機、ドローン117機、その他車両94両、となっています。今日はロシアがウクライナ全土に向けて162機のドローンを発射し、うち82機は撃墜され、75機は行方不明になりましたが、4地域で被害が報告され、市民1人が死亡しました。戦線全体では、1日で90回の地上戦の報告がありました。戦況図と並んでよく見られているウクライナとロシア情勢のニュースコーナーです。YouTube のチャプター機能で必要なところを見ることもできます。1番目。ドイツのベアボック外務大臣は、ゼレンスキー大統領をめぐるトランプ発言と、米ロ交渉を進めるトランプ政権を厳しく批判し、アメリカとの国交断絶の可能性に言及しました。同氏は、解散総選挙前のイベントで、我々は、まさに、第2の祭典弁で時代の転換が必要で、平和のために躊躇してはならない。欧州の民主主義を攻撃するアメリカが、最大の損をするのだと理解させる必要があると述べました。ちなみに、今日行われるドイツの総選挙の直前調査では、630議席のうち、ウクライナ支援に積極的なメルツ党首のキリスト教民主社会同盟クズクスが220議席で最大政党となり、イーロン・マスクが応援する極右政党 AFD が145議席で2位、ショルツ首相の与党 SPD が115議席、ベアホック氏率いる緑の党が得票率 13% で後退すると予測されていますが、移民と治安の問題から極右政党が議席をさらに伸ばす波乱の可能性も指摘されています。2番目。キーウポストは元 KGB 長官のムサイフ氏の記事を掲載し、どこぞの国の花札大統領がロシアの工作員として37年在籍し、クラスノフというコードネームで管理され、立派に育ったと語りました。ムサイフ氏は、花札氏がプーチン氏をなだめようとする不可解な姿勢を取る理由について、私は1987年にソ連 KGB 第6局にいて、資本主義国からビジネスマンを工作員に採用する任務を与えられていたと語り始めました。そこに食いついたのが今の花札氏で、彼の見えっ張りな虚栄心と自分を愛するナルシシズムは勧誘するのに都合がよく、以後40年にわたりモスクワの資産として KGB に育てられた。当時若手実業家だった花札氏はチェコ人の元妻と夫婦でモスクワを訪れた際、KGB 工作員からおだてられて政界入りを目指したと述べました。その後、花札氏は反西側のプロパガンダを自ら進んで発言するようになり、KGB は立派な工作員として成長した姿に喜んだとのことです。記事では、先日のラブロフ外相との会談で、ロシア人実業家のリポフレフが会談に出席したことを指摘しました。彼は、花札氏を救った大金持ちで、2008年、花札氏の会社が資金繰りに行き詰まった時、時価4000万ドル程度のパームビーチの不動産を2倍以上の9500万ドルの高値で購入し、危機を救った新興財閥の代表者だったと指摘しました。恩人をわざわざ出席させた理由については触れられていませんが、恩人の姿を見せ、ロシアの利益を心の底から理解してもらうためでしょうか。3番目。ジャーナリストの外肉氏は、
このような情勢の今後について、欧州は、ウクライナに軍隊を派遣せざるを得なくなると分析し、もしそうしなければウクライナは陥落し、プーチンは他の欧州諸国と戦争を始めると述べました。同氏は、取材に対し、派兵は考えたくもないだろうが、欧州は、プーチンとトランプに従うか、そうでないかの二択に迫られる。重大な決断を下さなければならず、他に解決策はないと指摘しました。さらに、派兵は、英国、フランス、ドイツ、バルト諸国、チェコ、ルーマニアなどで構成される連合軍で、ウクライナ領土の解放のため参戦し、クリミア、ドンバス、ヘルソン、ザポリージャの占領地を解放するための支援を行うだろう。さもなければ、プーチンはヨーロッパに対する影響力を取り戻し、ポーランドはロシアの傘下となり、フィンランドは NATO から脱退させられる。長期戦はロシアの得意とするところで、今はその真っ只中にあると語りました。それでは各地域の戦況です。戦況の変化のあるところを中心にお伝えします。その変化は大画面でフルスクリーン表示にしていただくと、街並みや日付とともに追いかけることができます。説明にあたり、過去に海外で起きた事件を参考に、ルジアンやルシアン軍など、YouTube 用に最適化した表現を使用しています。北東部クルスク、ハルキウ方面。双方が攻撃と奪還を行っているクルスクとハルキウ方面の戦況についてお伝えします。クルスク方面。作戦に影響を与えるクルスクの天気は晴れ。最高気温-5度、最低気温-14度。今日の天気予報も晴れとなっています。この方面でルシアン軍は15回の攻撃と31回の空爆を行いました。1番目。マラヤロクニャのすぐ南にあるニコルスキーでは、北朝鮮兵を含めたルジアンが歩兵で前進し、ウクライナ軍が前進を阻止しています。位置情報付きの映像によると、ルジアンが地図の場所の境界森林に集結し、ウクライナ軍が砲撃とドローンで攻撃しています。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍の第47機械化旅団の撮影したもので、地図の場所でルジアンを観察している様子となっています。戦況図では、この場所の手前までルジアンが前進したとして更新しました。面積は4平方キロになります。2番目。スジャ南東のチェルカスカヤコノペルカでは、10日前にウクライナ軍が追加の侵攻作戦を行い前進したところですが、位置情報付きの映像によると、ルジアンが歩兵の突撃で大規模な反撃を仕掛けました。この付近は悪天候で視界が悪いところに、ルジアンが少数で前進を図り、ウクライナ軍がチェルカスカヤコノペルカまで後退して応戦しています。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍の第116国境警備旅団で、単独あるいは数人のグループで前進を試みるルジアンの様子となっています。戦況図では、ウクライナ軍の占領地をこの場所まで縮小させ、ルジアンがファナセーフカの東の郊外まで奪還したとして更新しました。ルジアンが奪還した面積は2平方キロになります。ハルキウ方面。この方面で、ルジアンは2回攻撃を行いましたが、ウクライナ軍が撃退し、戦況図に変更はありませんでした。北東部ルハンスク州方面。東部チャシフヤール方面。クピャンスクからチャシフヤール方面の戦況についてお伝えします。この方面でルジアンは、クピャンスク方面で5回、スバトベクレミンナ戦では7回、シベルスク周辺で1回、チャシフヤール方面は3回、トレツクの方向では1回攻撃を行いました。クピャンスク方面。この方面では、ルシアン軍の日和見的な攻撃が続いています。1番目。そのうち、クピャンスクの北にある国境近くのトポリでは、位置情報付きの映像によると、ルジアンが前進し、集落中心部に浸透しました。
ご覧いただいているのは、ウクライナ軍の第3戦車旅団のもので、地図のロータリー付近でバリケードを築いているルジアンたちの様子となっています。戦況図では、この場所までルジアンが占領したとして更新しました。面積は 1.5 平方キロになります。2番目。クルリャキフカの東の郊外では、ここ数日ロシア軍が機械化攻撃を行い、ウクライナ軍の防衛線の突破を試みています。ウクライナ軍は砲撃とドローンで応戦し、ロシア軍の攻撃が単調なこともあり、撃退しています。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍の第77エアモバイル旅団のアキレス大隊のもので、地図の場所の様子となっています。こちらも、戦況図に変更はありませんが、撃退地点は1月に比べて 1.8 キロ後方になっています。チャシフヤール周辺。この方面で、ロシア軍は市街地の突撃で損失を重ねたため、ウクライナ軍の防衛のテウスナ郊外で攻勢を仕掛けるようになりました。チャシフヤールの北にあるオリコポバシリフカでは、ウクライナ軍のドローンがルジアンの陣地を攻撃していて、この場所にルジアンが前進したことが確認できます。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍の第30機械化旅団のもので、地図の場所にある養鶏場のような建物にいるルジアンの様子を、戦術評価用のドローンが観察しているところとなっています。この付近は、人口13万人の要衝スラビャンスクに至る最短ルートで、バフムト攻防戦の頃は激戦地の一つでしたが、最近では活動も低調で、1年ほど前にルジアンが前進した記録があります。今のところ、戦況図に変更はありません。トレツク方面。トレツク市内では、ウクライナ軍はドローンで圧倒し、ルジアンに損失を強制しています。そのうち、位置情報付きの映像によると、市街地中心部の技術学校の煙突では、ウクライナ軍が旗を掲げて占領を主張しています。映像は、ウクライナ軍の国家警備旅団のものですが、ドローンで取り付けたものと考えられますので、戦況図に変更はありません。南東部ドネツク州、ポクロフスク、コスティアンティノピル、ベリカノボシルカ方面の戦況についてお伝えします。この方面でルジアンは、ポクロフスク方面では29回、コスティアンティノピル、ベリカノボシルカ方面で5回攻撃を行いました。ポクロフスク方面。この方面では、ルジアンは歩兵の突撃を行い、反対に、ウクライナ軍は、防衛に重要な地点で反撃を行っています。ロシア軍は、前線の維持に必要な人員が揃わず、戦争研究所では、ロシア軍は、前線で陣地を維持していないところがあると指摘しています。1番目。ポクロフスクの南西にあるピシチャネでは、今月10日から11日にかけてウクライナ軍が奪還したところですが、位置情報付きの映像によると、ルジアンは突撃兵を送り込んで再占領を試みています。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍の第47砲兵旅団のもので、大砲の代わりに小型のドローンで地図の工場の北西側を観察しているところとなっています。戦況図では、この工場全体を100メートルほど、係争地の拡大として更新しました。2番目。西側正面のザポリージャ村では、20日にウクライナ軍がブラッドレー歩兵戦闘車を投入して掃討作戦を行いましたが、その後、位置情報付きの映像によると、ウクライナ軍が集落の西と南の2カ所で反撃し、集落西側で一部奪還した可能性があります。ロシア軍の砲撃位置から判明しました。戦況図では、そのうち西側で700メートルほどルジアンの占領地を縮小させ、係争地に更新しました。コスティアンティノピル方面、ベリカノボシルカ方面。この方面でロシア軍はポクロフスクより優先順位を上げて攻撃を行い、ウクライナ軍はコスティアンティノピルに後退して防衛を行っています。そのうち、
アンドリーフカでは、位置情報付きの映像と複数の情報を総合すると、集落の東西の端から北に向けて攻撃を行っています。北には畑しかありませんが、防衛が手薄で占領しやすいと考えられます。ご覧いただいているのは、ウクライナ側の撮影したもので、地図の家にいるルジアンを観察している様子となっています。戦況図では、北側で係争地の範囲を拡大させ、集落内の占領地の範囲を修正し、この場所までをルジアンが占領したとして更新しました。後方地域。1番目。1986年に原子炉の爆発事故からレベル7の原子力事故を起こし、死者数が累計70万人とも100万人とも言われるチェルノブイリ原発では、ロシア軍のドローン攻撃で石棺が破壊されてから8日経過していますが、火災は鎮火せず、火がくすぶっているとの情報があります。放射線数値は正常の範囲内だとのことです。2番目。映像などはありませんが、ウクライナ保安庁は、クラスノダールのノボベリチキフスカ石油ポンプ場を攻撃し、パイプラインを停止させた情報があります。22日の動画でも速報でお伝えしましたが、この攻撃では変電所が破壊され、石油ポンプは電力を失い停止しました。そのため、アフィプスキーとイルスキーの2つの石油精製施設の操業に影響が出たとのことです。南部ザポリージャ州、南部ヘルソン州。これらの方面で、ルジアンはザポリージャ方面でのみ3回攻撃を行いましたが、ウクライナ軍が撃退し、戦況図に影響のある情報はありませんでした。その他、もはや共和党寄りの FOX ニュースですら、プーチンの協力者、元 KGB などと批判しているトランプ大統領の和平協議ですが、ウクライナに対する脅迫めいた圧力は加速しています。いくつかの報道によると、アメリカはウクライナの鉱物資源に関し、新たな協定を突きつけました。一言で言うと、以前の 50% から収入の 100% が丸々アメリカに入る協定となっています。その後、アメリカメディアは鉱物資源の合意が近づいているとの情報を流しました。また、ホワイトハウスのレビット報道官は、来週にでも戦争終結合意に達すると確信していると述べ、既成事実化を図っています。さらに、トランプ大統領は、第2回の米ロ交渉が火曜日にサウジアラビアで開催されると発表しました。それだけトランプを操るプーチンが焦っているということでしょうか？一方、ゼレンスキー大統領は、署名の準備ができていないとして時間を稼ぎ、その間に欧州各国の首脳と会談を行っています。また、明日には、ドイツの選挙結果の大枠が判明し、イギリスのスターマー首相がトランプ大統領と会談するとの情報が引き続きあります。今週は、欧州の有志国が、ウクライナ派兵を含めた軍事支援の姿勢をトランプ大統領に示せるかどうかがポイントとなりそうです。今日は以上です。情勢分析やニュースの感想、最新情報など、ぜひコメント欄にお寄せください。最後に、このチャンネルにはサブチャンネルがあります。また、関連する Twitter、ノート、テレグラム、ニコニコ動画があります。ニコニコ動画では、過去の動画を順次掲載しています。何かあった時は、これらのメディアで視聴者様にお知らせしますので、ぜひ、どれか一つでもチャンネル登録、フォローの方をお願いします。リンクは概要欄にあります。ご視聴いただきありがとうございました。